今カフェでタイティー飲んでます。これタイのよくある飲み物で、インドのチャイに近いけど、タイティー何なんだろう。なんかね、これはこのお店では何種類かの茶葉をブレンドして作ってるそのなんかやつらしいです。美味しいで、そうこのねカメラを回したのは、私が最近 YouTube だとか他の SNS ねで更新なかったから何してるかなって思ってくださってる皆さんにの答えなんですけど、最近私ねほとんどの時間本読んでました。ほとんどの時間本読んで一日中で、本読んでちょっと疲れたら寝て、でまた本読んでってことをやってました。それね、私ずっと小さい頃から好きで読書ってのをしてたんだけれど、仕事をするようになってなんか読書をする時間もエネルギーもなくなってて、すごい読書をする時間が減ったんですよ。で寂しいなって思ったんだけど、そうしてるうちに結婚して子供ができて、で私妊娠5週目からすごいつわりで、生まれる瞬間までずっとゲボゲボ吐き続けたぐらいのひどいつわりだったんで、普通の生活ができない感じになって、でそのまま育児に突入みたいな感じになって、長いこと自分がやりたいような読書っていうのできなかったんですよね。もう時間も忘れてずっと読むみたいな。で2025年は読書をしたい、それと書きたいって、本を読みたい書きたいっていうのをあって、その2つをねやろうと思ってるんですよ。他にもいっぱいやりたいことっていうのはあって決めてるんですけども、その2つね。でね、ここでみんなに問いたいのは、みんな自分の好きなことちゃんとやってるかなってこと。本当に大きな立派な夢を叶えようとして日々努力してる人っていると思うんですよ。でもそのね、例えばその大きな夢を叶えるための自分を律してやる何らかのルーティンだとか、タスクをこなすことだったりだとか、あとはまあ仕事をしていれば誰かがやりたいことを叶えなければいけないじゃないですか。仕事って誰かが求めていることを提供するっていうのが仕事だから、特に会社勤めではね。ですごくやりたいことって多分みんな絶対持ってると思うんですよね。大したことじゃなくても、私のようにね本読みたいだとか、なんだろう、お昼寝したいとか、もうずっと朝から晩まで大好きなドラマのシリーズをもう連続見したいとか、そんなのでもいいんだけど、そのね、みんな毎日ちゃんと自分のために生きてるかなってこと、自分がやりたいって思うこと、純粋にこれはやってもお金にならないなとか、これはやっても誰のためにもならないなとか、本当にそんなこと一切関係なく、純粋に自分でやりたいことを、自分の欲を満たしてあげてるかなってことなんですよね。で私はそれをちょっとおざなりにしていたなって思うところがあったので、その本を読みたい、それと文章を書きたいっていうのをねやろうってことで、本を読んでるんですけど、みんなもねすごく大きな夢あって叶えたいって思ったら、やっぱり何か自分を律してやらなければいけないことってあると思うんですよ。でもね、それももし苦しいって思うなら、やっぱり本当にやりたいことじゃないんじゃないって私は思う。例えば私もやってる瞬間すっごいワクワクするわけじゃないことってやっぱりあって、それをやったりもするんですよね。例えば洗濯物とか洗い物が残ってて、もう今日夜眠いし寝たいって
思うぐらい疲れてる時があるかもしれないけど、でもそれを例えば私はその日のうちにやりたいって思う、やらない時もあるけどやりたいって思う人で、それはどうしてかっていうと、自分が次の日の自分のためにしてあげたいことなんですよね。それをやってあげることで、次の日の自分が朝起きた時に、洗濯物も全部終わってて、洗い物だって終わってキッチンがきれいになっててって、朝起きた時に自分がすごく気分いいのが分かるから、次の日の自分のためにやってあげることで、それを私が夜寝る前にやろうって思うのは、自分の喜びがその日の疲れを押してでも家事を終わらせることで、その日に疲れててもその疲れを押してでも家事をやることで得られる次の日の自分の喜びが大きいっていうの分かってるからやる。でもそれって大変だなとか思ったらやらないことに決めたし、私はね、今の私はね。でもし面倒だなって思うってことは、それは本当に私の実現したい夢だったり未来じゃないんじゃないかって思う。もしね、大きな夢のために日々の喜びを全て絶っているような人がいるとしたら、そんな人生って何だろうって私は思っちゃう。人はいつ死ぬかわからないし、いつ体の自由が利かなくなるかもわからないし、本当に自分が幸せを共有したい人たちもいつまで自分と一緒に今の状態でいてくれるかわからない。そうやって考えた時に、今の自分の喜びをいかに満たしてあげるか、それがお金になるかどうか、誰かの役に立つのか、人から見たら怠けてるように見えるかもしれないとか、そんなの関係ないんですよね。本当に自分がやっていて幸せだって思うことをやっぱり毎日やりたいって私は思う。で、今の私だったら本を読みたいっていうこと、本当にね、見る人から見たらすっごい生産的じゃないかもしれないんだけれども、ベッドだとかソファーに横になって本読んでて、すっごくその自分は幸せなんですよ。本読んで眠くなった、じゃあ寝ようとか、お腹空いてなんか食べるとか、ちょっと気分変えてカフェに行って本読もうだとか、時にはちょっとマッサージ行こうかなとかね。でもなんだろう、今私は自分が純粋に求めて、自分が純粋にやりたいって思うことしかやらないようにしようって決めて、そうして生きてすごく幸せで、みんなにもちょっとやってみてほしいな、これと同じことを真似してみてほしいなって思います。もし仕事をしてて平日ダメだっていう人がいたら、週末土曜日だけとかでもいいから、理由とか一切関係なく自分が純粋にやりたいって思うことをやってほしい。子供の頃ってそういうことあったと思うんですよね。もういつになったらもうやめるのって親に言われてもやめられないぐらい楽しいこと、なんかレゴブロックで遊ぶとか、私は本を読んだりっていうことがそうだったんだけれども、もう楽しくて楽しくてやめられないような、やっていて純粋な喜びを自分にもたらしてくれるもの、必ずそれを毎日毎日味わっていきたいなって思って。だって日々の積み重ねが1週間1ヶ月1年ってなってやっぱり人生を作るから、未来のために我慢するだけって、それってどんな人生なんだろう。幸せなのかな、毎日。
今日もすっごい楽しかった、今日も思いっきり好きなことできたって思って寝て、で次の日起きて、さて今日何しようって思う方が幸せなんじゃないかなってやっぱり思う。この2025年の私やりたいなって思ってることがいくつもある、いくつっていうかいっぱいある中の2つが、本を読みたいっていうのと文章を書きたいっていうのなんですよ。で、本はうまく読めてる、何でも読んでる、日本語の本も読むし英語の本も読むし、 Kindle もペーパーバッグの紙の本も読むし、もうすごく楽しい。本当に本を読んでる自分が好きだし幸せで、そうなんか私に戻っていってる感じ、本にはすごく私助けられてきて支えられてきて、私は本っていろいろなものにね、命を助けられて命を保たせてもらってっていう要因もあるけれど、その中の一つが私にとっては本で、本を読むのはすごく自分にとっての喜びだし安らぎで楽しみでもあって、だから本当に自分を取り戻してきてるっていう感じがしてます。でもう一つの本を読みたいっていうのと、もう一つの書きたいっていうのは、文章を書くのがやりたいなって思って、ブログをね始めようかなって思ってます。またどこがいいんだろう。一応ドメイン持ってるんですよ。私ずっとドメイン持ってて、もしいつかやろうって思った時に取られちゃったら良くないからと思って、ずっとお金払って持ち続けてるドメインってあって、それを使うかなとも思うし、 SEO とかそういうことを今の私はやりたいっていうふうに思ってないから、それを考えたらやっぱり読んでくれる人たちにちゃんと届くようにノートかなとも思ったりするし、だから SNS で流れを作ってノートとワードプレスに来てもらうみたいな感じかな。ちょっとねまたいろいろ考えて、やりたい、やろう、書きたいとか、もうなんかまたこの感じ、なんて言うんだろう、書きたいエネルギーが最大化された時に始めようと思います。もう私はやりたいことしかやらないから、残りの人生やりたいことだけやって生きていく。自分のやりたいことをやりたい時にやりたいようにやって生きていく。それしかしないって決めたから、ここの日までに何々をして、ここの日までに何々をしてって言って、すごく計画的なブログ構築にはならないかもしれないけど、でもね、もし私がそれでブログをちゃんと書き進めないとしたら、それは私が本当にやりたいことじゃないんだろうって諦めることにしようだって本当に書きたかったらやると思うんだよな、絶対。現に私読書は滞ることがあってもやめなかったし、文章を書くっていうのはノートだったり紙切れだったり何か書いてたりとかいつもしてて、だから書くことが好きなことは分かってる、書きたいってことも分かってる、その書きたい欲があることも。ただ私に合う文章の書き方、書くペースだとか、私に合う文章のみんなへの届け方、それをちゃんと見つけられればいいだけなんだよなっ
って思ってて、そう、ここでね、みんなにもちょっと思い出してほしいのが、何かやっていて誰にも褒めてもらえない、誰にも見つけてもらえ、誰にもっていうか、そんなにたくさんの人に見つけてもらえない、何のために自分はこれやってるんだろうって今悩んでる人もいるんじゃないかなって思うんですよ。例えばね、私の YouTube ね、去年やってた去年の6月からチャンネル開設してやってる YouTube とかもそんなにねいっぱいの人に見られてないけど、そういう人がいっぱいいると思うんですよ。自分はこうやって YouTube やってるけどあんまり視聴者集められてないな、何のためにやってんだろうとか、本当にね、私がこれからやろうとしているようにブログをやっていて、結構な労力をかけて書いてるのになかなか読者って集まんないんだなとかって思ってる人、それとか何かの大きな夢に向かってわからない、なんだろうな、ちょっといいや、今思いつかないから、ブログと YouTube にしとくか、やってる人で思ったような結果が出ない、でも YouTube の視聴者集まらないだとか、そのブログの読者が集まらないっていう人は、もしそれがあなたの本当にやりたいことだったら、それだけで幸せでいいはずだよって言いたい。あなたがやりたいことはチャンネル登録者とか読者を集めることじゃなくて、ビデオを作りたい、文章を書きたいってことなんだから、そこに一番の自分のエネルギーを注いでほしい。自分の好きなことができてる自分っていうのをとにかく思いっきり楽しんでほしい。でもしそれが自分のやるべきことだったら、自分のエネルギーをちゃんと注げるはず。やっていて本当に喜びを感じて楽しくてやめられなくてっていう、そういう状態になるはず。じゃあどうしてチャンネル登録者、ブログの読者集まらないのかって、それはあなたの作品のクオリティのせいじゃないかもしれないよってこと。もしかしたらあなたは自分の素質に合うやり方で映像作品を出していない、作っていないかもしれないし、文章のリリースの仕方もちょっとずれてるだけかもしれない。例えばね、絶対に1週間に2本ビデオ上げようって自分に課していて、そのやり方が違うかもしれない。もしかしたら自分でじっくり納得するまで作り込んだ方が自分も幸せになって、もっともっといいものができるかもしれないから、1週間に2本じゃなくて、そこのところをもっとゆったり時間とって1ヶ月に2本でもいいかもしれない。あるいはブログを上げてる人だって、もしかしたら長い文章を書く体力がない人かもしれない。だったら SNS でちょっと長い文章を自分のペースで出す方がいいかもしれない。書くことってすごいエネルギーがいるじゃないですか。もう体力が削られるっていうのもそうだし、魂が削られたりとか、自分のいろんなものを削り出していく、痛みを伴うものだなって思うこともあって、私はでも好きなんだけどね、書くことが。だからね、自分に合わないやり方をしてるかもしれない。だから自分が思うような結果が出てなくっても、自分が純粋に喜びを感じることだったらやめないでほしい。で、もし結果にこだわりたいっていう人は、自分の思う結果が出る
やり方ができてないだけ、やり方が違うだけかもしれない。やってることが間違ってるんじゃなくて、やり方だけで、このチャンネルはね、44歳の私が人生残りもう半分しかないって思うんじゃなくて、もう残りの人生は自分が好きなことを好きなようにする、自分の好きなことだけをやっていこう、そう決めて挑戦してるというか、もうやってんななんて言うんだろう、まあね、好きなことだけをやって残りの人生過ごそうって決めて、そんなのを綴っています。で、それにね、ちょっとでも感化されて日々の喜びを見出してくれる人がいたら嬉しいと思うし、ふっと気づいて、なんかね、人生のこの方向をね変えて、結果良かったって思ってくれる人がいたら成功だなって思うんですよ、このチャンネルの趣旨としてはね。はい、ちょっとね暖かくなってきてるし行きます。では。